さんこんにちは。エリサ・マリアです。このチャンネルではいろいろなフィンランドの紹介や私から見た日本の話をしたいと思います。はい、じゃあ今日はストーリータイムです。そうですね、私はガイドの仕事をやったことがあって、日本人の観光客をヘルシンキの中で案内するという仕事なんですけど、その仕事でいつも聞かれるのは、どうして日本語を勉強したんですかって。日本語お上手ですね。どこで勉強されたんですか？ヘルシンキ大学で勉強して1年間日本に留学しました。1年間だけでそんなに上手になれたんですか？いやー、1年間だけじゃないですね。ストーリーが始まるのは2003年です。その時適当に浜崎あゆみの曲を見つけて、それを聴いて好きになりました。その曲は Real Me という曲なんですけど、ダウンロードする時英語バージョンって書いてあったんで、英語で歌うと思ったんですね。でも半分日本語で半分英語という感じな曲なんです。でもその時はもちろん日本語が全然わからなかったんですね。でもなんか素敵だなと思いました。何か魅力があると感じたんです。2003年はあゆの Memorial Address というアルバムが発売されたんですけど、これは初めて聴いた日本のアルバムでした。そして2004年この My Story というアルバムが発売されて、これは後で買ったんですけど、これは初めて買った日本のアルバムでした。その時を考えるとすっごい懐かしいです。その後は日本の文化とかファッションとか映画とか好きになりました。それであゆの曲を聴いて人生が変わったと思います。あゆの後は他のアーティストも聴き始めて、倖田來未とか安室奈美恵とかラルク・アンシエル大好きでしたね。大好きです今は。やっぱり歌詞分かりたいから日本語勉強しようと思いました。最初はただインターネットから言葉のリストとかプリントしてそれで習ったんですけど、やっぱりそれだけでは自分で話せるようにはなれなかったんですね。初めて日本に行ったのは2007年の12月だったから、お正月あゆのカウントダウンライブ初めて行きました。ちなみにこの DVD も持ってます。このコンサートだったんですね。2007年初めて日本のドラマを見始めたんですけど、初めて見たのは極戦松本潤のシーズンなんですけど、それでジャニーズを見つけました。最初は嵐が好きになって、その後はニュース、そして2009年に惚れました。やばい、マジでやばい。世界の中で一番好きな人は山田涼介です。うわー、そうですね、もう2009年からは本当にやばい。頭の中は山田ばっかりです。マジで困ってます。ちょっと部屋を回ってみるとわかると思います。山田です、山田です、山田です、全部山田です。山田オタクなんですけど許してください。そうですね、日本語の勉強の話だったんですね。2009年ヘルシンキ大学に入学できて、日本語を専攻として勉強し始めたんです。それでちゃんと勉強してちゃんと日本語を使って、それでは自分でも話せるようになりました。それまではドラマ見たり音楽聴いてたりしてたから、もう何年か毎日くらい頭の中に入ってたんですね。ドラマとかは字幕なしでもちょっと見れたかな。でも自分ではまだ全然話せなかったんです。そして2014年に日本の文部科学省の奨学金をもらったんです。それで1年間留学できました。
その1年間の写真とか集めてこういうスクラップブックを作ったんです。ここにはいろいろな思い出が入ってます。その1年間は旅行したりコンサート行ったり何回もカラオケ行ったり友達と遊んでました。なぜか日本の文化が私の性格に合う気がするからいつも日本に行くと帰ったという感じです。フィンランドも本当にいい国なんですけどやっぱり日本の雰囲気が私にとって特別なんです。留学の最後に留学生のみんながスピーチをやったんです。そのスピーチがここにあるんですけど居場所というタイトルです。ちょっと読みたいところがあります。8年前初めて日本に旅行した時は人生初めて感じたことがありました。それはずっと探していた何かを見つけ自分の場所にやっとたどり着いたという気持ちでした。去年の9月長年の夢を叶え日本に留学することができやはりこれからも日本にいたいと改めて感じました。誰もがきっと自分の居場所があるはずです。それはありのままの自分が受け入れられ、そして一番自分らしく生きていける場所のことです。私は自分の居場所を見つけました。留学の後にまた旅行で行ったことはあるんですけど、やっぱりこの気持ちは変わらないんです。ちなみに最後に書いてあるのは別れはまた会う約束です。これはチャンプの歌詞でした。はい、じゃあこれは私のストーリータイムでした。チャンネル登録のまだの方はチャンネル登録もお願いいたします。インスタグラムもやっておりますのでその方でもフォローよろしくお願いいたします。他の国の言葉を勉強している方はきっかけは何だったんですか？聞きたいから下にコメント書いてください。はい、ではではエリサ・マリアでした。バイバイ。